少し間が空きましたが、今回も以前と同じ角目仕上げをしてみます。今回は小さなものでなく、大きさ、長さを自由に仕上げられる、仕立て方を投稿してみたいと思います。この網はですね、漁網で言いますと、ポリ網36本の7節、100掛けと言いますが、1目5センチで100目あります。これピンと張った場合、またはですね、このように、ゾロで切って半目にした場合、5メーターになります。これですね。このように切った場合も、5メーターになります。では、切断していきます。まずですね、ここから最後まで切っていきます。まずここを一目残しまして、このようにですね、全部ここを切っていきます。こうですね、ずっと最後まで切っていきます。まずここまで切りました。あとこれをですね、今ここが、幅とします。で、今度こちらがですね、長さにします。これを三角形に切っていきます。これですね。これがちょうど角になりますので、このような角になりますので、ここ印、このように印しておいた方が分かりやすいので、でこれをまた最後まで切っていきます。でこのように切っていきます。でここが頭ですね。このように角になります。でこれでずっと最後まで切っていきます。ここが三角形になりますので、ちょっとこれではにくいと思いますので、この網でちょっとやってみます。最初ですね、ここからこう切っていきましたんで、よいしょ。
ここですね。今この目になります。でこれを今度またこちらに切っていきます。このような形になります。ですね。こちらが平らですね。切ってない方でこれですね。であとこちらからゾロで切ってきたのがここの目ですね。この形と全く同じですからこうなります。あとですね、一応これが幅とします。こちらを幅としますね。先にやりますか。先ほどこのように切っていきましたんで、この網をですね、こちらに、切った平らな方をこのように持っていきます。こうですね。これが幅で、こちらが長さになります。でこれを、つないでいきますので、これをしてこの幅よりももうちょっと長くしたい場合はですね、先ほど切りましたこれ、こう切りましたんで、この幅でよければそのままここへ持ってきます。この幅、こっちが長さになります。これが長さになります。でこの幅よりも長く取りたい場合ですね、今ここ合わせましたんで、今度これ、切った端ですね、これをですね、この続きこのように、この切ったバーの向きが同じようになるようにこうします。こうですね。これが、幅、ここらまで必要な場合はここからこう切っていきます。でこの幅で、ちょうどこの幅でよければですね、こう切りましたんで、これをそのまま持ってきます。でここを、剥ぎ合わせていきますので、じゃあこれをちょっとこれをやってみますか。
ですね、これ剥ぎ合わせと言いまして、これを合わせていきます。半目ずつ合わせていきますが、先ほど切ったこれですね、こことこの切ったとことこことこの平らなとこですね、このようにここと同じですから、これをずっと合わせていきます。最後までですね、ここまで合わせていきます。これやってみますね。よいしょ。この合わせ方なんですが、必ず丸とカマ、丸とカマですね。このように合わせていきます。この2本を一緒にすくってですね、これが丸ですね。こちらがカマになりますので、これを一緒に合わせて、これはうのこ止めと言いまして、クラブヒッチですね。要するに巻き結び、一回から上げて一緒に取ってこの中に入れます。でここで締めます。2本から上げてこの輪の中に入れます。で締めます。これが丸になります。こちらがカマですね。へこんだ方ですね。出た方とへこんだ方を一緒に合わせて、この中に入れます。ちょっと言い忘れましたが、本来はこの糸ですね。これと同じ糸。これで、剥ぎ合わせしていきますが、これですね。今回これちょっと分かりやすく、白でやってみました。このようにぶつかるまでですね、
ここまでずっとこのように、つけてきました。このように剥ぎ合わせをしています。丸と鎌で合わせてありますので、ここからですね、これが長さになりますので、これが長さになりますので、ここから切っていきます。この落とし方と同じようになりますので、こうですね。ここからずっと切っていきましたので、これが長さになりますね。今ですね、ここですね、ここまで、つなげまして、ここからこちらへ切っています。これが長さになりますので、じゃあ切ってみます。こうですね。このような形になってますので、これをですね、ここで長さが決まれば、切っていきますが、まだ長さが欲しい場合、今、ここと同じように、つけていきますので、長さがどんどん同じような、仕立てしていけば長さはいくらでも取れますんで、これを途中からですね、途中から切りたい場合、網を途中から切るときですね、このように切ってきます。このように。そうしますと、ここが角になりますので、このように角になります。こうですね。途中からの切り方です。で、ここで角面になりますので、これで大丈夫だと思います。
仕立て方は全く同じですので、このようにつけていくことによって、これですね、長さは好きな任意に、作ることができます。先ほども言いましたが、この幅を取りたい場合は、ここではなく、ここです。これをですね、このようにつけていきます。そうすれば、幅は、好きな寸法に取っていけますので、このままつけていく場合は、これが幅になって長さになる。こちらが長さですね。こんな感じになりますので、今まではですね、この幅よりも長い、幅の付け方をしてきましたが、今度逆にですね、この幅より短い時はですね、途中このように切ります。こうですね。この幅よりも短い場合ですね。で、あとですね、これを今度取り付ける場合は、ここから取り付けます。このようにですね。このように取り付けていきますので。これと全く同じです。この狭いところでやってますので、ちょっとわからないと思いますので、状態はこういう状態ですね。角はこう印つけた方がいいと思います。これで角目のネットができました。こういう形になります。この角が4つありますので、広いところでやればいいんですが、このような形になります。ではこれで以上になりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。